いやー、鼻がむずがゆいですな。お晩でございます。国勝でございます。ノーマンズスカイちょこっとだけ遊んでいこうと思います。21時ぐらいまで遊べたら上調なのではないでしょうか。やってまいります。前回の続きから違うな、水銀集めからやっていきましょうかね。週末ですからね、水銀がいっぱい手に入りますよというところでございます。前回の配信でですね、こちらディスカバリーからハボルスアルファ、こちらの方に到達いたしまして、とても素敵な惑星だったのでね。イマジンさんこんばんは。現場やってきました。ランマ楽しかった、お疲れ様です。ランマおもろいっすよね、地面固めるのね。あれどうすか、ヒマジンさん一人でコントロールできる派ですか？あれコツ覚えるとすげえ楽しいんですよね、ランマ。いいっすね。非常に良き。いや、暑い中お疲れ様です、本当に。最近涼しくはなってきてますけどね、まだ日中全然暑いですから。熱中症大丈夫でした？お互い熱中症には気をつけてまいりましょう。今日もよろしくお願いいたします。前回ね、見つけたね、楽園の星の方ですね。やってたら飲み物渡されて。ねえ、熱中症怖いからね、やっぱみんな優しいよね。そう。いや、本当に危ないからね、熱中症ね。そう。現場仕事なんか特にそうだからさ。さて、続きからなんですが、こちらご覧ください。今、現在地がこちらになっております。ここですね。前まで北側の方にいたんですけど、今、南側の今、矢印のついてるこちらの方に拠点を建てました。前回確かこの星の、地面と水面の水平がどうやらずれているという話になりまして、あれから配信終了後にもう少しだけ時間かけて水平な位置を探してみたら、どうやらこの辺が水平らしいと。地面と水面の角度がほぼ同じ場所を見つけたので、こちらに拠点を建てていこうと思っております。まあ一応その土台というか一番最初の真ん中になるところに仮のね拠点をこうやって建てたんですけれども、まあ、何もないね、最低限のものだけ置いてある状態です。まあいつでも戻ってこれるようにね。ゆきさんこんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね、前回の続きからとしつつも、とりあえずね、週末なんで水銀集めを終わらせて、今いるこの場所に戻ってきて、こちらのね、秋空の楽園にですね、コテージを、賓客をもてなすためのコテージを作りたいなと思っております。島見えない。やっぱりずれてるのかな、いろいろ。動機ずれか、またあれかな、バージョンずれが起こってるのかもしれない。今日こそは海洋惑星ですか？今日はここで建築でございます。いや、ゆっくり行こうよ。そんな焦らないでさ。焦らず行こうぜ。ゆっくり順番に楽しんでいこうぜ。大丈夫、海洋惑星は逃げないから。大丈夫、逃げないからさ。ほいでまあ、ここに建築するのとともに、この水平の場所、ここ水面と地面がほぼ水平なようなので、ここを探すまでにね、途中で拠点を何個か建ててありますので、これいらない拠点なんで、ちょっと時間見てこれもバラしていこうと思います。とりあえずまあ水銀集めのためにね、よいしょ。
アノマリいきますか。トリマのスペースアノマリ、腕が筋肉痛バキバキでしょ。だって大変だもんね。だってね、ランマーね持ってかれるから、なんか神経がピリピリするっていうか、なんか筋肉痛とも違うなんか妙な疲れがね腕にあるんですよねあれ何なんですかね。やっぱ普段使わないところまで多分使わされるんでしょうし、全身すごい振動するからね。後遺症でもないけど、建築現場でアル中の人なんか普段ランマー使ってるんだって言い始めたら、お酒かランマーかどっちのせいか分かんなかったりするからねよし、じゃあ植物の塾なので行ってまいりましょうか。折れてるところも痛い。今骨折してるんだっけど。いやーね、ちょっと体ボロボロじゃない。イマジンさん、休んでゆっくり休んでもろって。そこはみんなほんと体には気をつけてね。建築関係とかもね、最近は給料いいからまだいいけど、短期でやるなら全然それでもね。ただ長期でやるものではないから、マジで今のうちにお茶飲んでいいですか。今日はね、もうエナジードリンクじゃなくて普通のミネラル麦茶でお茶を濁そうと思います。でいい。明日も早いんでね、明日も普通に7時には現場にいなきゃいけないので、ちょっとお時間が限られているところだから、21時ぐらいまでにはできれば、お米は炊いてあるから21時にこっち切り上げてお弁当を詰めて明日の準備をしていきたい所存でございやす。なんか随分いろんな人の基地が、なんだろうこの辺、随分基地が多いなじゃあ自分は水代わりに度数の高いお酒をなんという背徳。いいじゃないの。お家に帰ってきたら GU だからね。なんか随分オレンジ色な星だな。なんだこれ。世からの風、センチネルゾウ。ちょっとここ難易度高そうだね。ちょっとね、マジか。どうしよう。まあ植物の排除だけなら別に、とりあえず目的地向かおうか。なんかセンチネルに会いたくない星だね。こんだけいろんな人の拠点が立ってるってことは、多分中の共同探検かなんかの舞台になった星なんだろうね。パンダさんこんばんは、いらっしゃい。次週片田舎のおっさん惑星に家を建てる拙者牽制名乗ってもいいってことはい、こんばんはいらっしゃいませ。今日もよろしくお願いします。とりあえず水銀ミッションからね進めていきますよ。水銀1800と400もあるから、それを確保してからいつものやつ。足元見ないんだから国数。どうした最近。元からか元からかもしれん。ジンがうますぎる。大人だね。大人なお酒飲んでるね。ジンだなんて。喉焼いちゃうパターンやね。さあいつものやつ。さあここから植物を焼いていきますか。もう道中でも多数植物がいたような気がするのでね。このマーカービーコンじゃなくてもいいんだよな。これ9000円しました。お高い。高級やん。高級なお酒やでそりゃ。まだセーフですか。いらっしゃいませ焼き太郎さん、ありがとうございます。セーフもセーフ、始まったばっかりよ。やべ、ここなんかセンチネルゾウとか書いてあったから、ちょっとここは難易度が高いんじゃないか。つまりこやつらから逃げながら植物を刈らなきゃいけないと。いいでしょう。まあ歩いてれば植物なんてその辺に生えてるでしょう。こういうのとかもね、
そんなに苦はしないんじゃないかな。よいしょ。もうその辺にいくらでも生えてるからね。これ植生的にあれなのかもしんない。有害植物がその辺にたくさん生えてる、そういう星なのかもしれない。今回は全部優しいミッションなんじゃないのとか言ってたら現れなくなったな。なんとなくこれで探すの尺なんだよな。なんでだろうVR バチコリやりまくりで X チェックしてなかったですわね。えどうよ、X でおニューのゴーグル買ったって見ましたぞ。メッセージもいただいてますぞ。どうすかクエストは。おニューのゴーグルやっぱりいいでしょ。視野角全然違うでしょ、新しいゴーグル。いやいいね、ワイも欲しいな。やっぱり 3S か、いいな。パンケーキレンズだっけか、新しい VR ゴーグルね。多分体験がものすごく変わってることと思われます。楽しい、素晴らしい、よかった。それはよかった。やっぱね VR は最高なわけですよ。間違いない。 VR は最高。古事記にもそう書いてある。いやーマジセンチネルがさ、殺意高いよこの星。いいんだけどさ、それ自体は構わねえんだけどさ、ただお散歩してるだけで目つけられるっていうのはね、相当に治安が悪いよ。車修理中。どうして？何したの？車故障したんか？どうした？車故障したんか？いやーねー、やっぱり移動の足大事だからね。やっぱり直さんといかんからね、車は。やべえ、嵐だ。視界が悪い。これはいけない。リアルコライダー仕掛けました。あるある部屋の中でね、好き勝手動きでね、感動するからね。感動して、うわすげえ体が自由に動くってやると、部屋の中で手足ぶつけたりとかね、ままあるから。誰もが通る道だよ。大丈夫大丈夫、誰もが通る道エアコンか、致命的だ。エアコンはまずいですな。それは早急にどうにかしなくては。オッケー。操縦物に回収していこう。よし、オッケー。でセンチネル巻いて、オッケー。よし、じゃあお船を召喚して帰りましょう。水銀下ち。こんな危ねえ星とおさらばだぜ。よいしょい今朝つけたら暖房でした。つら冷房にしても暖房、それまずいですな。それはまずいですぞ。いや全く冷やせなくなっちゃったから、それはまずいですね。いやーねー、それは早急に直さないと。復活問題だね、それはね。窓開けようが何しようがね、外の空気が使ったら全く涼しくないからね。昔はね、窓開けたら涼しかったのにね、車の運転中なんか風が入ってきたらうわー気持ちいいなんて言ってたのに、今全くないからね。ミッション完了。なんか見たことないアイコンの、気のせいか、なんかさっきまで上に見たことないアイコンが出ていたような気が、気のせいか。未だにさ、この工場上書きユニットって使い道が分かんないんだけど、これ何なんだろうね。さて、活性稼働796個。なんでこんな半端な数字なんだろ
集めてこようか。欲しいのはあくまで水銀。さあガンガン行こうぜ。レッツラゴー。今日はねいつもみたいにね時間自由フリーじゃないからね、サクサクと進めていかんといかんわけですよ。明日も早いからね。水牛ミッション全部終わったらまた買い物しなきゃね。さあ目的地を教えておくれ。どこだ。君に決めた。よしと。両津部君なでになでを弾くんだよ。あれ弾かれたの、なでって言葉弾かれたんか今。いやーねほんま。ちょっと待って、もしかしたらこっちの方でもう出てる。こっちのコメ欄がね多分うまく見えてないんだな。こうするか。いいね、こうしようなんかよくわかんない単語ね弾くよね、両津部君。あれだよ、 VR チャットが流行ってしまったから多分撫でるという言葉がセンシティブな言葉として弾かれてるのかもしれないお、おつらい向きに駐車スペースを提供していただいた。ありがてえ。よし、じゃあここから歩いて探そうか。よしよし。まだ撫でができてないです撫で文化にまだ触れられていないか。大丈夫、ゴーグル手に入れたらもう秒だから、すぐだから。そう撫でたい人も撫でられたい人もいっぱいいるからね。困ったら豆ひなたのサンプルアバターをゲットしていくといいよ。話が早いここなんかあるっけか。わあ攻撃力弱え。お邪魔します。近くにあったから立ち寄りました。深い意味はありません。なでなで、そう、そのなでなで。特に何も発生しなかったな。押すボタンを間違ってしまったようだ。悲しい。はい、 OK。 特に回収したいアイテムはないのでは。こんなもんなのでは。いきますか。エクストリームアズガンス。物品を届ける。もうそこでいいじゃん。そっか、もう活性カードは持ってるから渡すだけでいいのか。なんて楽な。手持ちを渡すだけでクリアだなんて。あーバグった。オッケー。たまに変なバグり方するよね。目的地へ参ります。ぶつかりそう。すごいな、何にも見えないね。どうやらこの辺。誰かおる？着地、こういう着地。
遠い着地。どっこいしょい。よいしょ。こんにちは。人いなくね？ハロー。なんか多いな。あそこなんかあるな。あれっぽいね。あそこだね。よいしょ。交易所ですぜ。そのようで毎回忘れちゃうんですよね。なぜだかあんまり気にしなさすぎて、なぜだか毎回場所を忘れちゃう。ポンチャス納品でーす。Thank you。 お疲れちゃん。よし。さてネクサス戻りますか。いざ帰宅。どこいしょい。昨日久しぶりに原付出しました車がダメだとやっぱね、原付大活躍。やっぱね、取っとくといざという時ね、助けになりますな。原付大活躍。燃費もいいからね。適当な二輪車ってマジで便利。すげえ便利。原付今世の中ではもう 50cc はね手に入らないからね、大事にした方がいいですよ。50cc は大事にした方がいい。間違いない。ミッション完了。これで水銀ミッション終わりかな。終わり。よすよす。オッケー。さて水銀が今2400ございやす。2400水銀あるのでちょこっとなんか買ってきますか。さて今欲しいもの、正直植物はいくらでも欲しい。マングローブの根とかこのジャングルツリーとかこの辺あるとな、正直便利だとは思うんだけど、いつものごとく下から見ていきますか。この辺は一旦良いとして、で前回はこの辺のコンパニオンとかをね、コンパニオンとここのホログラムガジェット、キューブガジェット、これを確か解放したんですよね。植物とかももろもろ解放して、アリンス顔パーツ飛ばして、ジェットもなこの辺は使いどころがわからんので一回スルーする。わからん、マジで。この辺も使いどころがわからんので一回スルーする。この辺考えたんだけどね、なんか針葉樹とかあったらクリスマスツリーとか作れそうだなって一瞬思ったけど、一旦スルーする。寒いとこ限定になっちゃうからね。肉厚シリーズも良さそうだなと思いつつ一回スルー。あとおすすめされた泥の小屋、これは開放した方が便利かしら。いい方。 OK。 あとはどうしようかな。この辺も気になってはいるんだけど、ここら辺は建築の匠向けのアイテムなのかなと勝手に思っているこれがねマジでわからん。双眼たる太郎くんマジでわからん。このキチン室の刑事とかね、面白そうだなとは思ったんだけど、使いどころが想像できなかったから一旦諦める。この辺とかもね良さそうだなと思いつつ一旦する。で気になってるのはこの辺、このホーみたいなパーツ
良さそうだなーってめちゃめちゃ思いつつ、ただやっぱ植物がな、一番日常の建築で圧倒的なポテンシャルを発揮するこの辺の、まあその雑草って言ったらダメなんだけど、この辺のよくある植物群、この辺も欲しいね。お花ね。そうだよ、花ないよ。そういえば花って何種類？ 3 種類あるのか。デコレーションフラワー。お花が欲しいっちゃ欲しい。お花開放しますか。お花3種類開放 OK。 あと400でポスターとかもいけるけど、まあポスターは別にいいや。ポスターとかステッカーはそのうちまたで大丈夫。マジで水銀は全く足りねえ。いや、空から降ってこねえかな。 OK。 よし、水銀は完了。お家に帰ります。どっこいしょいち。えい。今日はですね、まずは拠点に向かって行けるかな。ずれたかな。ずれたね。ワイの目的地はそこ。ほぼいいところなのでは。本当にここか。何も見えねえ。多分ここだと思うんだけどな。後でね、この辺の名前も変えようとは思っております。ここじゃねえな。ごめん、全然間違った。なんで関係ない星に来てしまったんだろう。同じ星系だっけか。まあいいや。ワープすれば済む話。その前にちょっとこの辺回収するか。なんかずっと放置してた。なんか前回の配信でも仕事に行ってもらってた貨物船全部スルーしてたね。誠さん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。こんばんはでございます。今日はね、明日早いのでちょこっとだけやっていこうと思っておりますんでね、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。フリマ最近サボってたこの辺をちょっと触りつつ、まあ極端な話、触っても触らなくてももはやいい要素ではあるのですが、せっかく栽培してるなら収穫してお金に変えておこうよと。塵も積もれば山となるというやつで、やっとけばね、懐暖かくなりますからね。その辺もな、ずっと放置してるんだよな。とアイテム整理と。で、なんかあるじゃん。売っちゃえ。なんだこれ、売っちゃえ。なんか悩んだものはもう全部売っちゃう。これも売っちゃう。なんでアルブミンパール持ってるんだ。覚えないな。これもホットアイスなんで持ってるんだ。あとグラビティのボール。一旦これでいいか。他は暴走カビがある。理由はわからない。もらったんだっけか。これもいらないや。野菜とかは後でしまいに行く。
肉もいらない。いまだにね、何が必要で何が不要かね、いまいちよく分かってないんだよね。なんか正直この辺売ってもいいんじゃねえかなって思ってるアイテムもよく分かんなくてそのままにしてる。よし。じゃあ成果を聞かせてもらおう。アルブミンパール、青銅サックベノムユニット、肖像反物質ユニット、オーバーサイズキャニスターリンクって何や。さっき売ったものがなんか順調に手元に戻ってきてるな。売った覚えのあるものがすげえ手元に戻ってきてる。さあ報告よろ。比較的近場だったからやっぱ量少ないね。はーい。でお使いに出して立って、とりあえず戦闘があるじゃないか。どうなんだ、レベル上がって、なんか壊れてねえか。なんか船が故障してるようじゃな。いやーねー、直しに行かなきゃいけないってこと。壊れてるやろ。壊れてるわけではないのか。とりあえず飛ぶ。もう暖房でもいいや。諦めないで諦めないで。それは直してあげないと。あ、別に故障マークではないのか。間違えた。これか。拙者何か勘違いをしておった。これのさ、この赤丸ってなんじゃ。この赤丸なんじゃらほい。真ん中ボタンこれ何、削除か。船のこれ故障じゃないの、赤丸って。 SV7 ソサキ、これ修理が必要なんじゃないのか。これね、そういうわけではないのか。これ別にこれか。あ、マイナス要素か。ただのマイナス要素だ。あ、じゃあいいのか。あ、ひまじいさん、もう寝ます。おやすみなさい。了解です。おやすみなさい。ゆっくり休んでね。体力回復してやってください。仕事頑張ったんすから。ゆっくり休んで。ね。体力回復してまた、明日も頑張ってくださいな。ひまじいさん、おやすみなさい。お疲れ様です。今日もありがとうございました。ひまじいさん、いい夢見ろよ。ってこと頑張ったらね。しっかり体いたわってあげないといけないですからね。大事。めちゃめちゃ大事。マイナス要素悲しすぎるよ。怠け者の来るマイナスに。なんでワイこれ仲間にしたんだろう。他の数値がなんか、比較的良さげに見えたのかな。まあ、ええわい。今しばらく、仕事をさせてやろう。とりあえず先頭に行ってもらおう。海賊フリーゲートとりあえずみんな放り込んで。いいね。頑張って。いってらっしゃい。で、あとは産業調査か、普通の探検。どっちがいいんだろう。資源別に、戦闘25だから、それかもしれない。当時の場合はそこに魅力を感じたのかもしれない。もうね、さじ加減が当時の
当時の自分に全部お任せだからね、記憶が全然ない。ああ、どうしよう。一席余っちゃうけど、まあいいや。いってるっしょい。あと適正もクソもないけど余ってるから。とりあえず行ってもらうか。よし、OK。さあ、準備はできたので、星に戻ってお仕事しますか。で、自分のキッチンの、この基地の写真もさ、適用されてるとことされてないとこあるからね、見落としちゃうんだよね。これか。ここっすな。まあ、マイナス要素はレベル上がれば消えるので、あれ消えるんだ。知らなかったっす。あれ消えるんすね。マイナス要素。あれ消えるんだ。あ、じゃあ大丈夫や。S ランクになる頃にはまあ、バッチリ鍛え上げられた戦艦になっていると。なるへそ。さあ、では、本日の本題に入りましょうかね。ちょっと、世界が暗いですが、まずはこちらをご覧ください。よいしょ。これどこまで上上がれるんだ。ずいぶん上まで来たな。こちらがリゾート開発予定地でございます。ちょっとね、霞がかってるのがあれだけど、低いところは意外とね、気にならないから。こちらの水面にですね、コテージをいくつか建てようと思っております。自分の基地っていくつまで登録できるんですかね。あれなんか上限あったっすよね。あれ何個って言いましたっけ。なんか建てすぎると基地建てれなくなるみたいな話をなんか聞いたっすけど、あれいくつでしたっけ。忘れちゃった。50、100、100いかないっけか。誰か詳しい方教えてくれメンス。忘れてしまった。前に教えてもらったのに。とりあえず節約できるうちに節約しといた方がいいのかなと勝手に私は思っておりやした。鳥間ね。今ここに基地を1個建ててるので、こいつを中心に何軒か周りに1アカウント1500パーツまで、パーツ数は1500までなんだ。その基地拠点は、基地自体の数は何基地まで持てるのかしら。1基地につき15000パーツまで。確かなんだっけ、アップロードするのに3000パーツ以下でしたっけが、なんかそんな話だった気がする。マックスが15000。1アカウントか。1アカウント15000パーツ。結構少ないんだな。あ、じゃあパーツ数が収まってれば基地数は何個でもいけるんだ。あ、そうですよね。1基地3000パーツまでならアップロード OK。確かそうだった記憶がある。なんか過去にそれですったもんだでもないけど、あでもないこうでもないってやってた気がする。さて、じゃあ建築していきましょうか。まずはメインとなる私の各コテージの真ん中、ロビーカウンターみたいなのをここにデカデカと1個作っておきたいところなので、フリマ床張っていこうか。どうしようかとかあまり細かいことは考えてないのですが、とりあえずロビー的なサムシング、細かいところが気になるお年頃。鳥間ね。なるほど。今惑星厳選してまして、じゃあかなりタイムリーな話題なのでは。やっぱり基地数とかね、パーツ数とかって意外と普段普通に遊ぶと気にするようなポイントではないんですが、
ずっと遊んでるとね、やっぱ上限がふとした時に訪れて、あれってなるんですよね。そうすると過去にいろいろ遊んだ分を清算していかなきゃいけなかったりとかっていうのが出てくるんで、なんか多分大変みたいですね。僕はまだそこまで行ってないのでね、まだそういう場面には直面はしてないのですが、いずれはね、直面するのかねなんて思いつつ、その時どうしようねなんてほんのり考えちょりやした。先週それで不要な基地を潰してました。やっぱね、手間がね、どうしてもね、かかるっすからね。普段から節約とかってね、意外とね、普通に遊んでると、節約みたいなるっすからね。そんなもんっすからね、意外とね。分かりみが深い。さて、床を無作為に広げてはおりますが、何を作ってるのかと申しますと、ロビーですな。この周りに複数のコテージをこれから作ろうと思ってはいるのですが、コテージをね、全部独立させたくて、で、それぞれから橋を伸ばすのもね、労力がなかなかというか、せっかくね、コテージって言ったら、くつろぎスペースだと僕は思ってるので、高級なね。なので、完全に独立させて、ショートワープでのみ、ロビーに行くことができる構造にしようかと思っております。それに際して、ショートワープを複数、コテージの台数分設置できるように少し広めに作っておきたいなと。一個一個のコテージとここのロビー自体はね、コンパクトに収めようとは思ってるんですけどね。危ない、落ちる。一旦この広さで考えてみるか。いざとなったら2階建てにすればいいし。一旦これで適当に壁を張ろうかとも思ったけど違うな。ここからだと。なかなか心躍る星がありません。やっぱね、こだわるとなかなかね、難しいですよね。やっぱ、これだっていう星見つけるのはね、非常に難しいと思います。なかなかね、それはね。ちょっと待ってね、これだと配置いまいちか。いや、大丈夫か。そっちもショートワープでつなぐしな。で、ここがカウンター、ここがカウンター、そっちがお客様の方のなんやらかんやら。コテージの作る場所自体もな、ちょっと考えないとな。で、せっかくのその水上コテージなので、皆さんのコルベットを置けるような範囲を確保しながらの建築にしようかと思っております。そのためには距離感が非常に大事なわけで、こっち詰めすぎたかな。どうだろう。いい感じだ。ここ単品で見ればすごいいい感じなんだけど、ちょっと近すぎるか。そっち側広いから、島挟んで、1箇所、2箇所、3コテージぐらいは余裕を持って置けるかしら。そこの陰にもう1コテージ置いていない。1コテージ、2コテージ、3コテージかな。3コテージがいいとこかな。でここは Y のコルベットを置く場所にしよう。3コテージじゃ少ないよね。1、2、3。そっちも入れて4かな。4コテージかな。ワンチャンそっちの裏側にもう1コテージ置くのもありかもしれない。いいね。5コテージは置ける。了解。ので、じゃあね。何マスだこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12マス。12マスなんで、両脇11余して、あ、そっか。今だと、偶数だとバランスおかしいのか。ちょい待ち。1でしょ。1、2、3、4、5で、ってことはこっちが足りない。こっちが
1列分足りないのでこれを足しますと。よす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 。これでセンターに1個出して1個開けて、ここにショートワープを並べて置いちゃいたい。よいしょよしと、ここがショートワープ置き場と仮にいたします。仮にね、一旦仮でも置いとくか。何も考えずにもう先に置けるもん置いといて、なんか動物に敵対されてるけど気にしない。水上だからね、こっちまで来れへんやろ。俺の建築の邪魔をするでない。こっちそら忙しいのじゃい。仮にこんな予定でそうすると両サイドが余るので、ここはベランダという、ベランダとかなんつうんだ、お外見る的な感じの空間にしていきたいところ。なおかつカウンターが欲しいので、カウンターと Y の部屋が欲しいので、そこは完全に区切りたい。できれば一旦何も考えずにここに壁を張る。よいしょ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 。一旦ね、で123開けて456の7とする。一旦こうする。違うわ、8だ。一旦こうする。この辺がカウンター、受付カウンターと、でこっちが Y の拠点の方にしようかしらね。アダックスウンドさん、こんばんは。いらっしゃいませ。はい、今日は拠点作りでございます。前回の配信でね、水面と地面が角度がえぐいずれている場所が、こういう星があったと思うんですけれども、配信の後にですね、少し探検をしまして、この星の中でも水面とね、あと地面の水平がほぼ同じところを発見しましたので、ここにね、リゾート地を、秋空の美しいこの星でコテージをね、いくつか建築しようと思っておりますのでね、今日はよろしくお願いいたします。水上コテージ、今はね、そのフロントを作っております。仮でね、いろいろやってるところでございますれば、とりあえずこの辺はちょっと移動するか。全部仮で、この辺も一旦適当に避けて、電源もな、ちょっとどうにか考えないといかんな。電源どうしよう。悩みどころ。今回新しいマスコットも誕生しました前回ね、だんだんマスコット誕生しましたな、そういえばな。よいしょ。さて、ここ美しすぎますなね。これめっちゃ気に入ったんですよ。どうしてもこの星がいいなと思ってて、いや、なんとかその水平が取れるポイント見つかって本当に良かったです。見つかんなかったらどうしようかとなんとかここまでこぎつけました。場所によって水面の角度が変わることを初めて知りましたね。僕もびっくりしたです。いや、なんか多少変わるみたいなのはイメージはあったんですけど、まあ完璧じゃないんでね、ゲームの世界、このアトラスの世界も完璧ではないのでかなとは思ったんですけど、そこまでかと、ここまで派手にずれるかっていうのがあったんで。白メガネさん、こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね、拠点作りでございます。この秋晴れの美しい楽園の惑星にね、この水面がすごい美しいので、コテージをね、水上コテージを作ろうかと思っておりました。綺麗なんすよ、この星がね。いい景色でしょう。
コテージの名前にオータムっていう言葉も入れてね、なんか素敵な名前もつけようかななんて思っておりました。今作ってるとこがロビーです。虹も出るんですよ。めちゃめちゃ綺麗な星なんですよ。ここロビーコテージにして、ここからショートワープでね、お客様用のちっちゃいコテージを5箇所作って、皆さんコルベット止められるようにね、広い水面のあるところにちっちゃいコテージを5つ用意しまして、誰でも遊びに来れるような形にしようかなと考えておりました。仮設置でこんな感じに今なっております。こっちがフロントの受付側ですね。僕の拠点です。平たく言うと僕の拠点ですね。これを今日はこさえていこうと思います。ただ明日早いのでね、時間の許す限りですかね。とりあえず今度宿泊に行きます。ぜひ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 遊びに来てください。パーツ数が少なめに収まったら公開もしようかななんてふんわり考えておりましたね。なんかいろんな人に集合場所とか遊び場所に使ってもらえたら嬉しいなってちょっと思ってたのでね、ちょっとそういうのも視野に入れつつ作っていこうかと思っております。さてここがどうしようかな。どうしよう。受付カウンターがそこだとして、どうしようかな。こっちかな。こいつを一旦こんな感じにしてかな。そう、コテージ付きのキャンプ場みたいな、そんなイメージでいいですかね。確かにオシャンティ割とそのイメージが近いかもしれない。結構そのワンコテージごとにその大きいコルベットを止める方ももちろんいると思うので、広めに空間取ろうと思ってて、結構自由に使っていただけるんじゃないかなとは思っておりました。くつろぎスペースをね演出したいと思っております。でっかいベッドとか作れたらいいんですけど、その辺もねどうしたらいいかなってちょっと今悩んでおりました。ここに受付のカウンターをこさえたいんですが、仮に設置するならとりあえず仮のテーブル、困った時の君がおるよね、黄金カウンターくん。君がいれば万事 OK だわ。これをベリベリグッドな配置に設置したいところ。あれもこれももちろん仮なんですけどね、最終的にどうするかはその先の流れに任せる感じ。相手側に出てる方が多分使いやすいんだなこれはな。グランピング施設みたいな感じ最高ですな。そうまさにそうっす。グランピングも結局行ったことないんですけどね、良さそうだなとはいつも思ってるんですよね。やっぱ気軽に楽しめる場所ってねありがたいですよね。ちょっとこんなもんか。これをねまっすぐ設置しないと、連続していくとだんだん曲がっていくんでね、これ調整が難しい。いやー多分曲がるなこれ。こんなもんで限界か。どの道曲がるから一旦ここにするか。後でマスコットを置きに行きます。じゃあマスコット置く場所を作っときます。やっぱ景観を大事にしたいんでね、そのマスコット置いても違和感ないところはちょっと用意しておくので、そこに後で設置をお願いいたします。よし、テーブルの設置もまあまあうまくいったのでは。いいね。結構綺麗に設置できたじゃないの。どうしよう、扉両サイドにつけた方が話早いか。拙者片方でも全然良いのだが、どうしよう。ありもしないキッチンスペース作っとくのも個人的にはありありもしないキッチンスペース個人的にはね置いてもいいと思ってる。とするとこっちが扉でそっちがキッチンスペースかなので、こっちの扉がシングルで、こっちの扉が一旦ここはノーマルの壁を貼っておいて、もうちょい適当なこの辺かな。この辺にいかにも大きいカード通りたくなりそうな大きめの扉があれば最高なのですが、ないっけか。大きい扉ってないっけか。大きい扉ないか。こいつか、一番大きくて。まあいいか。まあいいでしょ。適当になんかカーテンでもかけときゃそれっぽく見えるでしょう。多分不思議となんとなくきっとそう多分きっとそう。
いいや、それは後で考えとこう。さてさて、こっからっすよ。上の方に伸ばしたい気持ちもありつつ、とりあえずぐるっと壁を張っちゃいたい。もしくはとりあえずベランダを設置してしまいたい気持ちもある。鳥間壁かな、ここは。こっちが作業場というか、そんな感じになるので、琥珀さん、ウェイウェイ、いらっしゃいませ。テンション高い。テンション高いな。今日もありがとうございます。今日はね、コテージ作りを進めていこうと思います。秋晴れの美しい星にね、こちらのコテージを、はい、ぶち立てまして、ぶち立て祭りまして、ね、いい感じに、よきよきのいい感じにしていこうかと思っております。今窓こんな感じでいいかな、とりあえずね。こっち側とあとそっち側か。で僕専用のコルベットもそれっぽくいい感じに置きたいので、コルベット置き場をここにちゃっかり作っておきたい。コテージオフで即日廃墟、まあやめてノーマンズスカイのところはもう季節とか関係ないから、一回建てたらずっと遊べるから大丈夫だから、大丈夫だと思いたい大丈夫だと思わせて誰でも遊びに来れる素敵なコテージをね作る予定ですんでね。きっとそうのはず。きっとここは素敵なコテージ、そうに違いない。なんかいい感じの扉を設置したいんだけど、なんかちょうど良いパーツ、これかな、こいつがちょうど良いか。ちょうど良さそう。こうしてでこうしてリスナー騒ぎすぎで秒で深刻ダメージ。もうちょっと手加減してくれてもいいのよもうちょっと手加減してくれても別に良いのよコルベット置き場なんでね結構でもあれだな、意外とちょうどいいか。水面からの高さがね、そう素敵なことにね、ここは水面と地面の水平がほぼ取れてるのでね、見てくださいこのクリアリング。同じ欲しいっすよ前回と。この水平クリアリング見て美しいでしょ。水面に対してまっすぐ、これですよ。いやー最高ですな。いやー素晴らしい。安心感がね圧倒的な安心感。でこっちの方にね適当にこう足場を伸ばしてこんなもんでいいかなとりあえず。 OK。 絶対折れない階段風が波の暮らし絶対折れない階段、大丈夫、もうバッチリ、もうね準備万端なんで今回は。あとはこのどうしよう、もしかしてこの辺がちょうどいいのでは。ふと気づいた。この辺にこういうのだと意外とビジュがちょうど良いのでは。意外とこれ水面に合うのでは。天才か。建築マスター国風のセンスが今光る。眩しいね。もうパルコ・フォルゴリよりも今輝いてる。いかにもだな。パーツ点数は間違いなくこれ3000パーツ超えますね当たり前のようにこれ間違いなく3000パーツ超えます。申し訳ない。もう早速秒で約束を一つ違えていくスタイル。これは超えちゃうっすな完全に。そこの上のパーツどうしよう。後で考えるか。細けえことはええんだよ。いいんだよグリーンだよ。いいね。時間的にあれかな、みんな分の輝いてる頭が。おい喧嘩か。喧嘩するかおい戦争しようっていうのか暴動始まるで
ここどうしようかな。建築マスターの一日は早い。朝のマイナス4時って何時だ？朝のマイナス4時って何時だそれ。わからん。知らない単位が出てきた。どういうことだ？マイナス4時。よいしょ。椅子の上に足を組む。あぐらをかく。あちち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 ち。あちちちちち。狭い。広い防音室が欲しい。ちょっとお茶飲みながらやっていきますね。本当に広い部屋が欲しい。いや、部屋があっち。さて。一旦、こいつを、それっぽい感じに設置したいところ。まず、ここと、調整難しいんだよな、これな。調整が本当に難しい。OK。ここどうしよう。適当に縦壁1枚ポンって置くだけでも悪くはないのかなと思いつつ、いや、遊び心が必要でしょ。なんかちょうどいい壁あった気がするな。こんなんどうい？これ裏か表なんか光ってなかったっけ？光ってないか。遊び心。悪くないのでは？強そうだよな、もう。武力が違いすぎる。弾丸攻力11万の杖でいくぞ。武力が違いすぎる。やめてよ。優しくして。やめてよ。国勝に優しくしてよ。ローション自転車チャレンジできそう。その割にちょっと幅広そうだけど、ローション巻けばトントンか。ローション巻いてればトントンな感じになってしまうのか。ちょっとあれだね。なんか色がもったいないね。もうちょっと色どうにかしたいか。なんか黄色っぽい色あった気がするけどな。この辺？ゴールドいいね。ゴールド入るっしょ。サビゴールドかな。せっかくだから。嫌いじゃない。月寄り。オッケー。ただ、ここに、コルベットを置こうと思うと、ちょっと長さ足りんか。国数をいじめなんで。国ピかな。なんかワイガールドフランキーにしかならん。誰が得するねん。この流れ。さて、どうしようかな。トリマ。整合性持たせようと思ったら、とりあえず、こいつをこのまま引っ張ってくるのが、一番話早いか。国ピ。新キャラが出ちゃう。一旦この辺、とりあえず適当に埋めとけば、一旦、整合性的な意味でね、一旦こうしとく。パーツ点数がどうのとか一瞬考えたけど、とりあえず置いちゃう。で、これを、一応こうやって置いとくと、気持ち説得力が、いや、余計に分厚いな。やめよう。せっかくコテージなんだから、この辺爽やかにしたいですよね。構造を爽やかにしたいから、一旦、こいつにそのまま床張って、階段あると貼れないんだっけか。うわー、忘れてた。そんなあったな。そっか。どうしよう。そんなのあったな。制約。そう、置けないんすよ、確か。階段がいると。これで1枚分なんだよね。どうしよう。フリー設置でそこに壁滑り込ませるとかできるかな。いける？ちょっと厳いな。ちょっと厳いな。後で考えよう。次はそこに光源ぶち込んで、そこはわざと開けてますよって空気にすりゃいいや。こういうのって雰囲気大事よね。雰囲気。実際にどうかじゃなくて。ので、そこに適当な光源を大量にぶち込みます。ちょうどいい光源。ちょうど良い光源。一番明るそうなやつ。
床置いてからなら置けるのでは。あ、そうでしたっけ。ドリドリドリ。ほっよっはっ、たこい。さあ出番だ階段くん。今この場で最も求められているのは君だ階段くんよ。さあ降り立つがいい。さあ階段くん、さあ階段くん降り立つがいい。さあ階段くんどうした。さあどうした。さあ恥ずかしがらずに。違う、そこじゃない。さあ階段くん、さあさあ出番だよ階段くん。階段くん君に決めた。階段くん君に決めた。もう七星さんこんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日も今日とて建築なのですが、早速このハーフの床とハーフの階段にもてあそばれております。重なんないんですよね。重なんないんですわ。なんでだ。需要あるだろう。重なってくれよ。頼むぜマジで。もう今日はですね、前回の配信でですね、秋空が美しい楽園の惑星を発見しましたので、またね水面が綺麗なところなのでね、ここにコテージを建てようかと思っておりました。それならフリーいけんちゃう。どうだろう。それかなんか裏技あったんだよな。忘れた。どうだっけな。なんかあったんですよ。なんか別のにインタラクトすると床のあれ判定無視していけた気がするんですよ。そう、外はランタンがいいかも。確かに赤ランタン美しい。ランタンね入るんですよね。赤い光って結構強いですからね。なんか動物赤いな。なぜだ。フリー設置いけるかな。フリー設置でいい感じのとこにピタッと来てくれればそれはそれで OK ね。階段のスナップ改善してほしいですよね。本当にそう切実にそう思いますねこれね。あとこのハーフブロックみたいなやつが特に扱いが難しくて、もうちょっとなんとかなんねえかなとは思うんですね。結構この辺いいんじゃない。こんな感じでどう。こんな感じでどうなのよ。こうちょっとずれた。いいか。なんかちょっと足元危うい。まあでもまあ OK だね。まあ OK。一足早い秋になってくれ。マジでそう。暑いもんだって。一旦下の床を消したらいけるのでは。いやさっき床なしで行ったら今度床が張れなくなって、そう床張れなくなったんですよさっき。なんでと思いながらね。変なの。このハーフ階段とハーフ床の使い勝手がねあんまりにも悪すぎる。なんで当たり判定がねおかしいんですわ本当に。大きさ変更グリッチを使った基地を建設中です。あらまたグリッチがねまたグリッチがいいですね。国川さんの防音室で夏引き取って。もうね今あちもう今汗かきながらやってる。部屋クーラーガンガン効いてる。室温23度なのに多分防音室の中30度ぐらいある。また水分取らなきゃ。死んじゃうどうなのイエー冗談じゃないわイエー。ドア閉まってるよね防音室。ちょい開けなんだよねあまりに暑すぎて。ミネラル麦茶がうまい。カフェインゼロですからね。やっぱりねフリーハンドでつけた階段ちょっとね段差っぽい感じがあるんですよね。ほらちょっと滑る挙動があるからちょっとなんかいまいちですね。これもまあ後で考えましょう。もしかしたらここの造形自体やっぱやめたっつって他の形にするかもしれないし。違うな。それかもうここ一個諦めるか。この下本当はねここにバッテリー関係をずらっと並べて、なんかいかにも僕管理人なんでメンテナンスしてますよみたいな感じで、ここでメンテナンスしやすい感じでバッテリーを並べたりとか
そういう感じにしようかと思ってわざとこういう形にしたんですが、グリッチ使うと落ちるからね。やっぱそこだけはね、難しいとこよね、マジでね。そう。ミネラルエナジー麦茶で頑張ってこ寝れなくなっちゃうって。寝れなくなっちゃうでしょ、そんなことしたら。寝れなくなっちゃうでしょそう、今日はね、あえてなんで。そう、あえて、今日の国数、あえてなんだろう。エナジードリンク飲まずにやっていこうと思ってたんでね。後ろの壁も後で考えとこう。で、ここがカウンターですよと。で、これ邪魔だな。これすこぶる邪魔だな。ちょっと端に寄りなさい、君は。君すこぶる邪魔だね。ちゃんと寄せるか、さすがに。作業するにも邪魔だい。君はこっちかね。鳥間ね。この辺もさすがに整理するか。それかポータルの位置も変えるか。ポータルの位置も変えよう。みんなちょっとガウンナこっちに移動しよう。とりあえずってなんだとりあえずね。でこいつらは一旦ばらして OK で、さっきの場所にバッテリーを置いて麦茶にアルギニンとカフェイン入れたろうさあ、やめてあげて。一服の盛り方が斬新すぎるって。元気にさせる方向で一服盛るパターンあんまり見ないパターンや。明日も早いんすよ。7時には現場入りしなきゃいけないから寝なきゃいけないんです、国数は。どうしよう。メンテナンスする前提の配信なのであればこっち向きかな。どっちだろうな。まあでもこっち向きかな。メンテナンスで考えるなら。んなもん誰が気にするんだって話ですけどね。僕が気にする。まあここの拠点だけだったら3つありゃ足りるっしょ。間違ったちょっとしたとこだけどちょっと気に食わないからこれは直す。よし。細かいとこだけどね。これ細かいとこがね気になっちゃう、どうしても。 OK。 カフェイン50キロプレゼント。強いて言うならね、あれが欲しい。クレアチンが欲しい。クレアチンが毎日飲んでるんだ、クレアチン。静かな湖畔の別荘いいですね。でいいでしょう。すごいいい感じなんですよ。完成したらぜひ遊びに来てください。ぜひ各コテージが写真映えするような形にしようと思ってたんでね、5個コテージ作るんですけど、可能であればちょっとそれぞれ形とか風合いの違うコテージにしようかと思ってたんで、ここはあくまでその5個のコテージをつなぐフロントなんでね、ここからショートワープで5個全然違う形のコテージ遊びに行きますよという形にするつもりなのでね、ぜひ遊びに来てください。楽しみ。ソーラーパネルこの辺に適当に置いちゃっていいかな。どうせこの辺はわししか見ないだろうとんで、OK で、こいつをまず待って、どこだ。届かねえ。落ちた。新発売ミネラルエナジー麦茶鶴瓶マスコットキャラ変わらんのか。マスコットキャラそのままなんや。いいね、それは好きだな。なんか発売されたら普通に欲しいかもしれないよす。一旦こんな感じで、天井はやっぱ最低でも2つ分の高さ欲しいですよね、まずはね。でどうしよっかな。上の天井どの形にしよっかな。圧迫感をなくすならね、何も考えずにガラスにしちゃうのが一番話は早い。とりあえずこれにしとくと話が早い。1階の壁はね、逆に通常の壁を貼っといて、上の壁をこれにすることによって空間の圧迫感を減らしつつ、壁際に家具とかを設置しやすくする3段なんだけど、これが当たりかどうかはまあできてからのお楽しみっていうねせっかくの麦茶の良さ全部捨てに来て
いや、今の時代ね、やっぱみんなエナジー求めてるから、そうなってしまうのも仕方ないのかもしれない。あ、こっちどうしよう。こっちがね、ベランダっつうか、なんていうの、なんだ、言葉が出てこない。ベランダじゃなくて、なんかあるじゃないですか。その、適切な日本語が出てこない。なんだろう。そういう感じにしていきたいところ。さあ、どうしたものか。バルコニーですね。そう、バルコニー。もうダメだ。バルコニーが出てこないお年頃。もうダメかもしれない。せっかくなんでちょっと広めな感じにしていきたいな。困ったらとりあえずこいつで伸ばしていけばそれなりの大きさになるのではないかと思いつつ、広めに取りたい。広めにいったところで、このもう一個置けるか。こうちょっと真ん中一個開くけど、まあご愛嬌でしょう。で、問題はこの真ん中をどう埋めるか。そうなっちゃうんだよね。ってことはそっちから、拙者はこっちからアプローチをかけるべき。ああ、持ってかれる。判定持ってかれる。よし、来た。違うな。こうだな。で、いまいちなんか上下が逆になるのはなんで、どういう当たり判定なのそれは。つうことは三角がいいな。難しいところやで。あ、こんばんは。あ、チャンネル登録しました。ありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ。国和と申します。よろしくお願いいたします。お名前よろしいですか？ソーリングゲームズさん。ソーリングゲームズさんでよろしいですかね。もしあれであれば呼び方とかね、教えていただければそちらで呼ばせていただきますんでね、よろしくお願いします。コメントもありがとうございます。どうぞゆっくりしていってください。初見さんだ、かっこええすいません、ふざけました。みんなふざけすぎだぞ。みんなふざけすぎだぞ。はい、もううちの方は雑談自由な感じでやってましたんで、お気軽に話しかけていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。だって早速ね、上下がバグっとる。どうしようか。どっちを優先すればいいのかがちょっと難しいところ。すいません、悪ノリは全然気にしないでいただいて大丈夫ですのではい、よろしくお願いします。こっちじゃないな。今日はですね、少し前に見つけた湖畔の美しい秋晴れの惑星を発見しましたので、そちらにね、どうしても上下がこうなっちゃうな。諦めます諦めます。ここは一旦ここはこんな感じにしよう。 OK。 ご覧ください。ノーマンズスカイというゲームなんですけれどもね、ご存知でしたでしょうか。こちらの方でね、美しい惑星を発見いたしましたので、こちらにね、水上コテージをね建てて、お客様をお出迎えできるような環境を整えていこうかと思っておりました。今日は建築会でございます。ノーマンズスカイ楽しんでまいりますんでね、どうぞ一緒に盛り上がっていっていただければと思います。ただ今日はね、明日国和が仕事早いので、長い時間遊べないのがねちょっと口惜しいところですけれども、行けるところまで行こうかと思っております。こんな感じでどうじゃ。こうか。おいでもって、角度が難しい。ここをこうだな。この違うんだよし、オッケー、こう上下がバグってる。前後不覚なんてもう飲みすぎるから今日はね、でもね、日中に飲んだけど
あれ X にそういえば写真あげなかったっけ。先日近くのねスーパーでウイスキーガチャっていうのが売られてまして、ちょっとねウイスキーのガチャを引いてきたんですけれども、3600円のウイスキーガチャ、税込みで4000円かな。税込みで4000円のガチャ引いて、で税込み7000円のウイスキーが当たりまして、今日の午前中はね美味しい思いをしておりました。美味しいウイスキーをグイッと一杯決めてね、酔いどれ気分で一日過ごしておりました。幸せめっちゃ幸せやっぱね、酒よ、酒なんかずれたな。まあいいか。よくないな。よくないずれだ。なんか今日琥珀さん熱烈ね。そういつもこんな感じじゃない？違うか。こんな感じじゃないか。ワイも感覚がバグっておるぞ。こうだな。こうだな。なんか床がごちゃついたけど、まあ一旦これでいいことにしよう。じゃあ5時までは行けますね。どういうこと何を言ってる怖い。怖い。7時には現場にいなきゃいけないのに5時までで寝るなと。寝るなって言われた。ちょっとお客さん、それはないっすよ。お客さん、ちょっと。なんか変な角開いちゃったな。これはまあ、適当に照明、明かりでも置いてごまかそうか。この辺のこいつをこう置けば、間違って落ちる人はおらんでしょう。仮にね、一旦この形にしておく。落下防止。なんかワイヤー宙に浮いてるけど、まあいいでしょう。何それ？ナイス！めちゃめちゃ良かったっすよ。なんかね、全国のタストバンでやってるかもしんない。タストバンって全国区かな？どうなんだろう。ちょっと琥珀さん不足だったかもしれない。私が。物置きゃ大丈夫。そう、こんな感じでね。いざとなったらね、プランターもあるっすからね。プランターポロッと置いて、いい感じに穴塞ぐのも全然あり。さて、S3 を先に置いてもいいが、一旦そっち、いや、どうすっかな。建屋の感じ。こっちもね、なんだかんだ屋根をかけたいので、で、ちょっと南国っぽい感じもありつつ、あくまでオータムな星なので、そのあたりをどううまくやっていくかというところでございます。こっちの方はね、どうしよう。こっち喫煙所かな。少し空間広く取ったから、ここを喫煙所とする。よし。ここ気に食わないね、なんかね。なんかチラチラしてる。後でカーペット敷くか。ここは喫煙所にするので壁を張ります。いつものやつ。みんな大好き喫煙所。どうしようかな。入り口は真ん中1枚でいいとして。一旦こうかな。ここの端はあえての小窓にしよう。この感じでいこう。いい感じ。そう、喫煙者肩身狭いよねとか言いつつ、どんどん狭くしていくスタイル。で、まあ、通常の壁、貼れねえ。通常の壁を適当なところに貼っていきたいところだが、なぜか判定が出ない。なんでだ？なぜだ？一旦こう貼って、ここでいける？違うな、こっちか。こっちだ。オッケー。一旦ぐるっと貼ってみるか。ちょっと見た目重たくてあれかもしれないけど、一旦ぐるっと壁貼ってみよう。圧迫感あるね。なんかね、せっかくの喫煙所なんだから、あれだよね。あんまり肩身狭いのはかわいそうだよね。やっぱね。ここはどうしようかな。ここはどうしようかな。悩ましいな。
まあ何も考えずに一旦2枚貼っとこう。ここでも据えますよと。電車向けスーパービップ席、素晴らしい。腕骨べき腕つらいな本当に。もうゆっくり休んでもろて、ほんまに困っちゃったね本当にね。こいつを適当に貼り付けることによってなんとなくビップ感というか、本当意味はないけど、なんかリッチな感じになれる謎装飾がうまくつかない。相変わらずこのパーツは設置が難しい。よし、なんでええでしょう。なんか違くね、右と左で。なんでこっちの方が好みだけどな。これあれか、そっちについてんのか、もしかして。はは、なるほどね。そういうことか。S3 にインタラクトしてるのか。OKOK であれば OK。 美しいね。これは美しいでしょ、この設置。実にいい。国数好みだ。これ困った時のいつものやつ。マスターいつもの。この辺かな。この辺かな。一旦これでよし。細かいのはまた後で考える。で、結構無計画に始めてるからね、本当に何も考えてない。センターのバランスとかはね、あんまり考えてない、今のところ。絶対後で積むだろうなって、ほら、もう早速積んでるよ。いや、こうなることは分かってた。こうなることは分かってはいたんだ。なんか小技でうまいことできないかな。これも後で考える。やっぱ圧迫感あるねので、結局上はガラス窓と。うわ、素材足んね。炭素不足や。この間もあったな、炭素不足。バラすか。炭素足んないってさ、悲しいぜ。あれだな、資材倉庫適当に用意しといた方がいいか。まあいざとなったらその辺のキー借れば炭素なんかいくらでも手に入るからね、いいっちゃいいんだけど、毎回集めるのは面倒でもある。まあなんぼか来た段階で、よし、じゃあ続きといきますか。温室ガチ。ドア開けます。よし。窓ガラスをぐるっと。そのうちガラスも足んなくなりそうだけど、ガラスはね、前にもらったやつが倉庫の方にいっぱいあるんでね、後でまた回収しに行きます。何も考えずにとりあえず囲っていくスタイル。問題ここよ。それぞれ屋根を設置したいのは山々なので、とりあえず奥に同じかな、同じガラス設置して、何をしたいかというと、ちっちゃいコテージを5つ作るので、どの
ショートワープがどのコテージに行くかを一目で分かるようにしなきゃいけないとなった時に、屋根の上にオブジェクトみたいなものを1個置いて、でワープ先のコテージにも同じオブジェを設置することで分かりやすくなるんじゃないかなと画策しておりやす。そこで置きたいのがこの辺かな。多分ね、ガラスのこいつだとね、ポンと置くじゃん。こうすると真上見れば何色とかどんな形のオブジェがあるか分かるから、こいつを上に置いていきたい。屋根の種類何個もあるからその種類ごとに分けてもいいんだけどね。酸素が秒で足りなくなるな。圧倒的資源不足。フリマこれで一旦統一して、気に食わなかったらまた後で直す。虹が綺麗だね。やっぱり天井屋根かけるのもったいないね。屋根かけちゃうとこれ見えなくなるからさ。でもせっかくの拠点だから建物中判定にはしたいから、かといってガラス屋根っていうのもちょっともったいない。難しいな。ここ嵐とか来ないから全然別に壁なんか適当で2-2でもいいんだけど、いやー難しいね。マジで難しいな。そう考えると喫煙所も壁で区切っちゃうのはちょっともったいない気がしてきた。悩ましい。いやマジで空綺麗だ。ってことは天井までの高さをだいぶ高くして壁をズバンと抜いてしまえば景色がよく見える。僕は壁はこのラインかな。ここもぐるっと。こいついらない。そこも一回切っちゃうか。ここも切っちゃう。ここの形も変えちゃう。せっかく空が綺麗なのにこれじゃもったいない。配置がうまくいかんってなると、ここの形も丸々変わりますな。せっかくいい感じになったけど、まあ仕方ないね。こうだね。いや思いのほか悪くないな。細かいことは気にしないでもろてアンバランスだね。またこれがまあええわ。一旦もう一回この柱立てて、でここはハーフ壁かな。ハーフ壁じゃないか。ちょっと待って。これそういう判定になるのか。そっか、どうしよう。これ自体が噛み合わないのか。建築ってやっぱ難しいね。そっか、こうなるのね。じゃあここもバラす。じゃあちょっと考えます。ぐぬぬ難しいとこだ。ダメだ。考え直すか。決断は早めの方がいいからね。喫煙スペースがどんどん狭くなっていく。その世知辛い。もっと喫煙者に自由を。なんか普通の形になっちゃったな。仕方ねえか。仕方ないね。
でこう。いや、そこはあえて隠すべきだな。細かい話ですが。で、満を持して窓ガラス。見える景色は大いに越したことはないですからね。喫煙所かっこ仮。中のデザインはまた後々考えます。で、一旦仮にこういうことにしたい。一旦仮にこういうことにしたい。こっちがもう外。せっかく景色が綺麗なのを堪能するためにこっちは外。で、こっちを建物の中として正面カウンターがここっす。何を考えたいかというと、ここ正面カウンターで、そうすると大体この辺を歩く中心と考える。なるとこっからそっちを見たときに虹が見える建築にしたい。我ながら難しいこと言ってんなどうしよう。我ながら随分難しいこと言って勝手に難易度上げてるな。どうしよう。そうするとそっちの壁はぶち抜きたい。天井はできればかけたくないので、こっから天井かけていくか。OK。天井かけちゃうぞ。普通にこの天井かけてもいいんだけど、仮にね、一旦この天井かけてみる。ふむ。こっから上にジョギーンと天井を伸ばすと。違うな。こんな空気の良さそうなの欲しい。空気抜けてほしいでしょ。そういうことはだ。ということはコースな。ちょっと待ってね。屋根の構造をそもそも考え直す。仮床。ここだな。で、一番端は木だけど、こっからをガラス張りにしたいので、問題こっからっす。こう。謎屋根をこの角度でつけていきたい。一方向に対して空が開けるように工夫をしたい。もう一枚だね。君も同じように設置されたまえ。あ、違った。もったいない。なんて言うんだっけ、なんか呼び名があったよな、こういうなんて名前だっけな。忘れた。なんかあったけども、多分記憶呼び起こせない気がする。この屋根の構造だと、受付から受けて上をふっと見た時に多分虹とかが見やすいんじゃないだろうか。そんなことはない。意外と透明度少ないな。
マイクラみたいにさ、これ色変えたら透明度上がるとかない？気持ち変わる？そんなことない？わからん。わからん。全然わからん。夜だから余計にわからん。一旦いいや。後で色替えは考えとこう。で、屋根をこう張りまして、なんか柱が欲しい。あそこの盾が何か、この橋が、一本柱が立ってれば、説得力が出てくるんだが、ない。ないか。ないか。変化なかった。悲しい。なんかあると思ったんだけどな。なんもなかったっすな。悲しみがすごい。どうしよっかな。本当はこの辺に何か設置したいところだが、ここの角にはでかい植物オブジェを置くことにして、こいつもなしにするか。ここまでとして、あれもなしにするか。いや、違うな。ここは必要だな。なんでかっていうと、ここは喫煙室で、独立したブースになるから、ここはここで、こうしとこう。角目にでっかい植物を置くのはまず確定として、ここ間違ってんじゃん俺。なんかおかしいと思ったら、板張る位置間違っとるがな。ここです。よし。で、さっきの素敵な柱を、こいつなんですよ。このウォールキャップがうまくはまってくれるかどうか。何かこいつうまくはめる技を用いたいところ。とりあえず床板かな。とりあえず床板をいい感じに貼って、こうするじゃん。一旦貼っとくか、そっちにも。で、こいつを持ってくるじゃん。貼れないじゃん。貼れないじゃん。いやー、なんとかいかんか。いやー、なんとかいけないっすか。いや、お願いしますよ、オールキャップさん。いつも使ってる、僕とあなたの仲じゃないですか。ね。ちょっとなんとかなんないっすか。こんな感じでいかがですか、キャップさん。ここは一つ。ダメ？無理？ケチだね。ケチだね、キャップさん、君は。ここに壁張ったらいける？いけるな。いけるね。で、どうしよう。これこのまま貼ってもいいけど。いやー、どうすかな。この向きでいいな。一旦この向きで。で、問題はこいつを消して残るかどうか。残った。よし。勝ちです。で、こいつの角度どうする問題。本当はね、これ両面に貼れたら最高なんだけど、貼れないから、これ、裏表で。なぜか。謎仕様じゃ。どうこれ。なんか浮くね。なんだろう、なんか浮くね。ウォールキャップ、おで、壁にくっつくもんだで、壁にくっつけてくんろ。正論すぎて何も言い返せない。あ、そうなんだけどね。そう。壁要因ではもちろんあるんだけどね。本当に正論すぎる。今、こいつの角度、そっち向きだったらまだマシかな。ワンチャンね。なんだこれ。なんかよく知らん壁腹さってるな。えい。よし。
これでいい線なんじゃない？どうよ。どうよ。ピンとこないなぁ。なんでだろうなぁ。なんかいまいちだな。なんでだろう。まあ、いいことにすっか。なんもないよりはね。なんもないよりは。わかんない。もういいや、わかんないからこれでいこう。なんもないよりはきっとマシだよ。こうすると、空がよく見える。問題は、建物判定が果たして生まれるかどうか。生まれてないんだよな、今んとこ建物判定が。圧倒的に壁が足りてない様子。こっち囲わさってないからね。ので、嘘でもいいからそっちをぐるっと囲いたい。なんか距離感あるんだよな、その囲ってどうにかなる距離感みたいなのが。一旦こっち張ってみるか、壁。今張ってる壁は後で絶対壊す。なぜなら気に食わないから。ワイのイメージだとここに障害物がない想定なので、やっぱ無理か。もうちょい壁張らんと屋内判定生まれないか。ここの判定難しいんだよな。なんとか少ない壁判定でいけないか。なるべく外が見える建築にしたいところだが、こいつは壁判定で戦えない？無理どうだろう。そもそも出入り口真ん中か。なので、こうの一旦こうしちゃう。とりあえずトリマー。こんだけ穴だらけだと建物判定ならんか。しかしもうなってんのか、逆に。どうなんだろう、わからんな。コテージっぽくはないコテージっぽくはないな。もっと自然な造形かと思ったけど、全然そんなこともなく、なんかソーラーパネル置いてるみたい。いまいちだな。ハーフ&ハーフで屋根の高さ変えるのもありだけど、それは全体像それっぽく作ったら調整していくでもいいかもしれん。調整のちのちだね。おしゃれくない。全然おしゃれくないぞ。難しいとこだな。とりあえずこの状態から建物の中判定にはならないね。多分ならないでしょ、こっち入っても。ならないね。厳しいな。大体建物じゃん。ちょっと雨は漏れるけど、大体建物っしょ。ダメかいダメかいこれじゃ。国数的にはほぼ家なんだけどな。ダメっすか。ダメか。ほっよっよっよし。話が進まん。ずっと同じとこコネコネしてる。ずっと同じところをコネ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 と。
そもそも建物がこんなでかいのが無水という説もある。ワンチャン無水か。こんな気がしてきたな。あとはここの壁もなんとなく区切りたい感じがする。ホテルとかの出入り口でもないけど、完全に部屋が分かれてるコテージですって歌うなら、道中壁が完全に分かれてる方がもしかしたら気分良いのでは。国風はまた世まいごと終わらんぞ。話が進まんぞ。何をしたいかというと、ここの真ん中に壁を建てたい。そのためにはどうするか。間違った。ハーフのこいつ立てて、で、ハーフのところに、壁を建てたいです。壁を建てたいのです、私は。そう、大体こういうことです。わざわざ手間をかけてこういうくぐり方をしていく。絶対無駄な手間だと思う。正直そう思う。で、ここもその形にしていきたい。正直無駄な手間だと思う。何をしたいかというと、この出入り口入ってここを1個の出入り口空間にしたい。せっかくコテージにここからワープするなら特別感をここから演出したい。そのための区切り。センスのあるなしはちょっと一旦考えない方向でお願いします。下手くそ。よしよしよし。なかなか良いのでは。まあね、このノーマンズスカイの建築って結構設置物に対して不便な部分がまあまあありますが、それをどう攻略するかもね、まあ楽しみの一つと言っても良いかなとは思っているので、それはそれでね、楽しみながらいければ。で、問題ここよな。それぞれの空間をどうするか。悩ましい。個別のトンネル作っちゃってもいいけど、正直めんどくさいんだよな。その後からその隙間埋めるとかっていうのが、こういうね。あれ、なんで行かないんだ。まあこういうね。そしたら奥の屋根も違うよねってなる。やべ、話が終わらねえ。さあ、状況が次第に悪化してきました。やっぱりね、段取り8部とはよく言ったもので、無計画だとね、こうなるよね。10役これまた手直し入るんだろうな。ライブ感で建築進めてる。完全にライブ感。いやー、どうしような。結局この両サイドに植物を置いたり照明を置いたり装飾を置いたりしてパーツ点数が増えることが確定してるから、もういろんなもの気にしちゃいけないよ。もう気にしちゃダメ。そんなの気にしない、気にしない。あとここだよな。そうするとね、もう正直もうこれじゃない。絶対これじゃなくなる。で、なんかちょうどいいパーツがあった気がしたんだけど、どうやったっけかな。なんか結構昔にうまいやり方をやった記憶があるんですが、どうやったっけな。忘れちゃったな。
この形プラスなんか斜めみたいなのでいけた気がするんだけど、違う、今ここハーフにしちゃったから使えないんだ、技が。待てよ、天才的なセンスでなんとかならんか。いやこれ多分いけたな。多分これでいけるんじゃないか。あ、お久しぶりでございます。いらっしゃいませ。信勝さんありがとうございます。ローマンズスカイやっておりますので、どうぞゆっくりしていってください。今早速屋根をね工夫して取り付けようと試行錯誤しようかと思っていたところなんですが、いいねをした。ありがとうございます。皆さんもね、もしよかったらいいねボタンで国風のこと応援してください。どうぞよろしくお願いいたします。いいねをしてもらえるとね、モチベーションがガーンと上がってね、やる気が出ますので、ハートもありがとうございます。嬉しい。ハートをしてもらうとね、僕のコメント欄見てる画面の方でスタンプがいっぱい跳ねて、とても賑やかになるので、ありがとうございます。単純に嬉しくて、ニヤニヤしちゃう。配信中にニヤニヤしちゃうんで、ぜひバンバン国風ニヤニヤさせたってください。どうぞよろしくお願いいたします。一旦三角をこんな感じでおいでみて、屋根作り頑張れ、ありがとうございます。うまい具合にねやっていこうと思っておりますが、うまくいくかな。ライブ感でね建築してるんで、果たしてこれがうまくいくかどうか。そうこの角度、そうこの角度、この角度収まらん。100点ありがとうございます。褒められてる、めっちゃ褒められてる。いける、こんだけ褒められてるんだ。国風お前ならいける。国風そこだ。なんとも言えない感じ。絶妙な配置。木でやるとこんな感じ。なんか暗い。どうすか。仮に組んでみた三角屋根、一旦こんな感じ。スタンプありがとうございます。めっちゃニコニコ。ありがたい。どっちがリゾートっぽい？やっぱ四角いガラス屋根の方がリゾートっぽいか。なんか違うね。あれなんか違うぞ。なんか違うかこれ。おやおや三角屋根って結構重たいのね、こうやって見ると。晴れぼったいは違うか。なんて言えばいいんだろう。重たい。爽やかじゃない。ちょっと爽やかさ足りないね。難しい。いっぱい応援してもらってるのに、どうしよう、答えられてない。どうしよう、もうちょっと工夫をしたい。どうしようか。いや、工夫諦めてみんなこの屋根にしちゃった方が早い気は正直してる。屋根は諦めるか。三角屋根は三角屋根にして、これは一旦諦める。こことここも一旦ばらして、仕方ないね。思ってたのと違ったから、これは。実際、これが一番無難ではあるけど、5つ全部一緒ってちょっとつまんないよね。ちょっとつまんない。一旦こんな感じ。喫煙室が左側のとこにあって、斜め屋根。で、各コテージへのショートワップが5箇所。で、こっちがこっちの広い湖畔を眺めるためのベランダというか、テラスというか、外に出るところと。で、こっちがカウンター側、裏側、Y の宇宙船を置くところと、この中に厨房風の空間作ったり、普通に使う倉庫置いたりとかして、ちゃんとした拠点として使えるようにもしたいところ。で、こっちがコルベット置き場。Y 専用コルベット置き場と
いうところでございます。今やってるゲームスイッチですか？いや、僕は PC 版ですね。こちらはパソコン版でやっております。ノーマンズスカイ、あれですよね。そのパソコン版でもスイッチ版でもみんな一緒に遊べるのがいいですよね。これがね、非常に利点だと思っております。なんかよくわかんないところになんかよくわかんないところに腹さってる。これも向きが違ってる。見つけちゃったから直す。さて、難しいね。どうしよう。そう、ここの星、あれなんですよ。この通り、景色が非常に綺麗なんですよ。なのでね、この屋根とか壁とかがこの景色を妨害しないものにできるだけしたいなとは思うんですけど、それがなかなか難しくて、ちょっとね、悩んでおりました。悩ましい、実に。ここはね、あとが全部ガラス張りにしたいな。違うな。ガラス張りじゃないな。もうこれでいいじゃん。もうこれで解決では。なんか全然、これで問題ない気がする。床板警察だ危ない危ない床板警察に検挙されてしまう。怖い怖い。これ絵文字みたいなやつ僕が押したらみんなめっちゃ押したみんなありがとう、みんなありがとう。もう国風ニヤニヤだよ。ずっとニヤついてるよありがとうございます。モチベーションが上がるんでね、バンバン押しちゃって、ちょっとお茶飲みながら、わ、すげえ綺麗な花火がコメント欄で上がっちゃう。ちょっとこれ眺めながらお茶飲みますね。茶がうまいいつもより茶が甘く感じるぜ。さてさて、手すりをつけていこうかしら。この手すりがどうかってのも確かにあるけどね。実際どっかでこの壁の判定は作らないといけないから、それが難しいよね。どうしようね。どこに壁作ろうね。まだね、悩んでる。どうしたらいいかね。こっちどうしようかな。一旦これにしようか。いいね。で、こまめに確認をしながら。手すり1個入ると、ちょっと重たいかちょっとだけ重たい感じがするな。なんだ？いっそ全部ぐるっと囲っちゃえば違和感なくなるか。いやー、難しいな。違うな。上のガラス屋根を、このちっちゃいオールカバーを柱に満たしてるから、こっちも同じ構造にしよう。ので、下の段のガラスは撤去。これって戦えますか？このゲーム一応その戦闘もありますね。僕が今来てる星が平和の星なんでたまたま敵がいないですけど、一応敵が湧く星もありつつ、あとはミッションによってはミッション特有の敵がいたりとか、あとはイベントボスがいたりだとかもあるので、戦おうと思えば戦えなくもないけど、あんまり好んで戦闘を楽しむっていうのは少ないゲームな気はしますね。どちらかというと。なんとなくそんな感じがする。どうしよう。上そのままガラス張りにしてもいいけど、それだと面白くないな。いやでもガラス張りでいいかな。ガラスでいいか。ガラスでいいや。あとは PVP も一応設定ではありますけど、別にその、必要に迫られて PVP にする要素のほとんどないゲーム。あれなんですよね、このゲームってその、プレイヤー同士の戦闘の旨味がほとんど存在してないと言っていいのかな？一応 PVP の機能はあるけど、
そこに旨味が存在しないからほとんどみんなやってない感じですよね。うん。よし、で、奥の撤去した分に関しては、またこれを設置していこうかしらん。こんなもんかい？こんなもんかしら？よし。結構そうね、その血湧き肉踊るバトルシーンっていうのはいわゆる年に何回かあるこのゲームのね運営が催してくれるイベントの方だとね、意外とそういうイベントだとあったりするんですけどね。うん、そういうのはイベントではあったりする。24時間戦えますか？あ、出た。これまた設置がうまくいかないやつ出た。ウォールキャップ違うんだな。そうじゃないんだな。内向きについても困るんだよな、ウォールキャップくん。そこじゃない、ここじゃない、そこでもないけど、いいことにスカも諦めてこれでつけるか。めんどくさくなってきた。めんどくさくなってきたから、もうそれでいいです。ちなみに今日は24時間戦えないんでね。あ、もう何 ?9 時過ぎてるじゃん。なんで予定時間過ぎちゃってるよ。わあ、いいとこで終わりにしないと。この柱立てたら一旦終わりにしましょうかね。今日の配信は。普段だとここからぶっちぎって朝まで行くんですけど、明日普通に仕事なので申し訳ないですが、いいところで切り上げたいと思っておりますと。よし。いやー、絶対向きこうじゃないこれ。かといってフリーハンドルだとうまくつかないんだよな。ヘビシ風邪ひいた？大丈夫？大丈夫か？最近その鼻の調子悪い人とか多いからちょっと心配になっちゃう。大丈夫かい？この辺に当たり判定あるけど、どこだ？そこじゃないんだ。これの、こうの、もう一個上、そこ！うまい。こっち側にも同じ感じでついてほしい。どうだ、つくか。さあ、わがまま言わずに収まっておくれ。頼む。頼む。頼む。転んだぞい。大丈夫？外歩いてるのか。転ぶの切ないの。なんかつくとことつかないとこあるんだよな。つくとこからつけていくか、とりあえず。うまくつかんねえ。うまくつかんねえ、これが。ここ。よし。そこなんだよ、君。どうしてなんでどうしてどうしてつかないの？今目の前に確実にやばいやついる。どういうこと？どうしたの？不審者に遭遇しとるんか？そもそもどこを歩いてるんじゃ？全然つかんのやが、ここに。全然つかんのやが、どういうこと？何がダメでつかないのかがね、わからない。一旦手前の柱避けてもいいな。これでもう一回挑戦してみるか。ノーマンズスカイあるある。何が悪さしてるのかわからない。こう。なんか一瞬あった。一瞬あったけど、外れた。
挑戦難しすぎだろ。You dead. You dead. 死んだ。悲しすぎる。今日ちょっと早出なのでこの辺でおいとまします。パンダさんありがとうございました。これからお仕事ですね。いつもお疲れ様でございます。夜だけどやっぱ蒸し暑いですからね、体調管理には気をつけていってらっしゃいませ。パンダさん今日もありがとうございました。お疲れ様でした。パンダさんいい夢見ろよ。いい夢見ろよはおかしいか。これから仕事だもんね。頑張ってねパンダさん。いやワイもそろそろ終わらないといけないのに柱がうまくつかなくて話が進まんとよ。いやマジで全然うまくいかない。なんでここは2つともついてるのにね。当たり判定がシビアすぎるんじゃん。難しいこれ。僕今カレー食べに行くから僕も置いてまします。了解です。いいなカレー、羨ましいな。ココイチかな、松屋かな。おつくにです。あ、新しい挨拶。おつくにでございます。信勝さんありがとうございました。気をつけていってね。暗いから足元気をつけてね。お疲れ様です。いってらっしゃい。お腹いっぱい食べてきてね。血糖値スパイクには気をつけるんだよ。国和がいつも血糖値スパイクで眠くなるタイプの人間なんでね。じゃ了解でございます。お気をつけて。いいなあカレー食いてえな。カレー鍋作ろうと思ってね、結局カレー作んなかったんだよね。いい返事だ。信勝さんいい返事や。ダメだ、うまくくっつかない。うまくくっつかないから諦めた方が早いな。諦めます。ちょっと施工に問題があるので、問題というか施工に難があるので一旦これはなかったことにします。ここのデザインはまた今度かな。いやー難しいね。やっぱうまくいかないね、なかなかね。いっそのこと、ここに関しては壁自体をまたおしゃれな壁に無理やり変えてしまうのもリゾートだからね。ありっちゃあり。この石材のパーツって使い勝手意外と難しいんだよな。個人的にはこれ好きなんだけど、これを走らした後に下につながる柱がねちょうどいいのがないんだよね。これが難しい。かといってこれもないまいちなんだよね。いまいちなんだよな。これ難しいんだよな。この辺の調整が。かといってこういう付け方しても重たいしな。もしくはこいつか。これワンチャンいいな。この先全部こいつにしちゃうっていうのもなきにしもあらず。もしくはこいつをここに設置してここを一本道にしてしまうっていうのもあり。なんかこことここでなんかパーツが違うな。そういうことか。もしくはこういうパーツもあるのか。窓の形変わっちゃうな。こっちかな。全然重たいね。でもねこれは重たい。なるべく壁判定になる箇所は増やしたいんだけど、重てえな。ヘビー級だね。これはちょっと厳しいね。石材のこいつがあるな。
いっそその形でお茶を濁すか。その方がいいかもな。やばい、終われない。区切りが分かんなくて終われない。いや違う。ここに刺すのは絶対違う。で厄介なことにここハーフにしちゃってるから、こいつに合わせようと思うとまたずれるんだよね。違うな。つうことはごめんね、独り言が多い配信で申し訳ないね。どこまで行っても独り言が多い。多分ね、ここに壁を立ててしまってるので、こいつに合わせてここにガラスの屋根を張ろうと思うと、1枚ここに壁を張る必要があると思われるので、一旦こうしてでこうかな、こうかしら。この配置だと上に1本柱が欲しくなるので、1本柱が欲しくなる。難しい。どうしようもなくね。何も考えならまあこの辺なんだけどさ、正直違う気がするんよな。よいしょよいしょよいしょ。とりあえずこの柱、板をブーンと向こうまで走らせてやれば、なんか屋根がついてるかにはなりそう。あとは屋根のへこみだよな。こういうつなげ方ももちろんあるんだけど重たい。いや意外と金属屋根ありだな。少しお空が暗くなっちゃうのはネックだけど、あでも結構綺麗じゃない？ガラスがあれば。呼んでないよ君。何しに来た？内見かね？ごめんなさい、ちょっとまだ完成までかかりそうなので、また今度来てもらってもよろしいですかね。ごめんね、またね。引き分けのいい子じゃ。屋根一旦この形でいくか。結構重たくなりそうだけど、一旦これで走るか。ああ重てえな。いやいいな、このぐらい重たくても一瞬暗いところから開けたショートワープに行くことによってワクワク感の演出が、いいじゃんいいじゃん。ちょっと暗いけどここ入った瞬間になんか意外と納得な空間かも。オッケー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 。いいことにしよう。いいことにしとかんと話が進まん多分ね、今ここに向こうまで板は張るんだけど、多分これはね後で張り替えになると思う。今これ貼り付けながら正直違うなと思いながら貼り付けてる。正直違うなとは思ってる。そして幅が合わないんです。どっか幅合わんのか。こっちどうするんだっけ。このまま突っ切っていいんだっけか。一旦突っ切るか。それぞれゲートを設置するから、こっちコピーでいいや。一旦コピーで。ここと、ここと、
ことここなんか思いのほか圧迫感出てきたね、だんだんと。結構圧迫感ある。もったいないな、この圧迫感あるの。非常にもったいない。これ邪魔だな。悩ましい。非常に悩ましい。わりかしなんか光を取り入れるって意味では割と思い通りにはなってるけど、ただいかんせん壁の判定がうまく作用してない。それがまずい。ガラス窓で全部周り囲うの気に食わないな気に食わないなっつって、それさえ妥協すりゃ話解決なんだけどね。ここも半端にしちゃったからな。まあ、別に建物壁張ってどうこうする必要もないか。別にいいかな。いいことにするか。いいことにしよう。時には諦めも肝心や。のでここにももう一枚屋根を張って、ほぼほぼな形に。こっちに柱かけるの忘れてたな。こっちが喫煙所なら適当なとこにバーカウンターも欲しいよね。どうしようかな。この辺にバーカウンターでも後で作るか。お酒飲む席は欲しいよね、やっぱりね。一旦こんな感じですよと。だいたいいいとこだね。で、どうしよう。ここの空間も実はもうちょっと区切りたい、本当は。とするとあれだな。なんかちょうどいいこういうパーツがあるでしょう。めちゃめちゃちょうどいいのでは。これめちゃんこちょうどいいね。非常にちょうどいい。せっかく広く取ったところちょっともったいない気はするが、もったいない気はするけれど、わりかし良いのでは。なんとなく広さは確保できてる気がする。やっぱり奥の屋根気に食わねえなダメだ。あらゆる造形物が、あらゆる構造物が気に食わない。ちょっと国和くんそんなんで生きづらくないの国和くんよ。いや思い通りならねえな。あらゆる設置物がねピンとこないんだよね。なんでやろ。なんでじゃろうね。この屋根もねハーフの屋根とかあれば最高なんだけどね。いやマジで天気いいな。いやマジでいいな。いい星。奇跡的だったもんな、この星の発見も。全然そんな予定なかったのにたまたま見つけた星だったからね。
正直増作もうちょっとパーツの反転とか自由にできたらな、もっと変わった形の建物にするんだけど、そうもいかんからね。ふむ。でもまあこっから見た時にそれぞれの空間は割れたかな、とりあえずね。あとは植物置いたり座席を置いたりカウンターさらに置いてみたりとかして、なんかいろいろ装飾とかでごまかしていくのもあり。測定カウンターオン。またこっちだね。この中に必要な資材とかアイテム引き出せるように準備もしときたいね、できれば。現状ですでにアイテムが引っ張り出せないのが不便だから、ちょっと先に設置しちゃうか。どこだっけ。こっちだっけか。あ、これだこれだ。ターミナルとかコンテナとかはもう置いてしまおうか。ギリギリに置きたいところ、できればはみ出さない絶妙なところにセンス丸なポジションに置いておきたい。ここかな。はいどん。ふむ。何本下げれるこれ。1枚2枚2枚分下げれるか。設置ここだから、こっから2枚下げるとちょっとでもあれか。こっから1枚2枚、ここまで下げると多分下げすぎなんだよな。2枚ピッタ。いてて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 ていてててて、死ぬ死ぬ死ぬ。いててててて、危ない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 、死んじゃう死んじゃう。なんてことだ、やめてくれよ。回復アイテム持ってきてないんよ。おかしいな、楽園のはずなんだけどな。マジでご勘弁願いたいもんやで。後でこのコテージの足場もそれっぽいの建築しようね。貫通はないね。 OK。 じゃあこのまま0号1号2号3号4号まで置けるか、とりあえず。使うかどうかは別として、とりあえず置いておく。なんか普通の資材何本かあった気がしたんだけどな。全然違う。あ、この辺使うのいいかもね。せっかくみんなからもらったやつ全然活用できてなかったから、これも活用しよう。せっかくだからね。いっぱい飾り付けしよう。よかった、これ設置して。設置しなかったら思い出さんかった。これもしまっとこう。しまえるものあるかな、ついでに。まあいいか。ガラスってどこに入れてたっけ。ガラスこれだね。オッケーオッケー。いつでも追加ができますよと。
OK。あとなんか、この辺の適当なもの。一応預けておくか。これってどこに入れてたっけ？あ、食材しまおう。やっぱ手元に倉庫ないとね、整理ができなくて大変やね。OK。一旦良きことに。違う、終わるって言って、結局終わってないやん。じゃあ終わろうか。明日のお弁当をね、詰めてあげなきゃいけないんで。じゃあまあ、進捗をざっと見て終わりにしようかしら。全然中途半端ではありますが。一旦ね、秋晴れの惑星にコテージの主要拠点となるロビーをね、建築している最中でございます。今ざっくりこんな感じになりました。うん。限られた時間で作った割には、なんかだんだんいい感じの形には。なんか、でもあれだね。建物の高低差みたいなのが足りない気がする。天井半分さ、こっから見て左側の天井、平らにして2階みたいにしようか。その方がなんか遊び心がある気がする。いやでもなあ、そうするとそっちの奥側の閉塞感が生まれるから、それもそれで難しいね。あれだな、Y の拠点側の方、どうせ屋根かけるから、その上を飲食スペース、休憩スペースみたいな感じで開放しよう。そうするといい感じだ。どうせ天井はね、上の高さ2枚分のところに天井張るので、そんな感じにしちゃいましょうか。あとはですね、そのショートワープとこの拠点がだいたいいい感じになったら、周りのね、水辺の方、例えば、そこですね。そこの岩場にぐるっと囲われたところにまずコテージを1個と、周り囲われてるからもう個人スペースですよね。貸し切りコテージです。と、裏側にもう一つコテージ一つと、こっち側の空間にも一つ、奥に一つと、そこに一つ、周りをぐるっと全部で5箇所、コテージを建てていこうと思っております。うまくできるといいな。3000パーツ以内無理やろうな、この感じだと。そうなってくるとね、他のコテージから見たときに、このコテージがあんまりにも存在感ありすぎるのは、それはそれで、いまいちだけど、今のところ、収まり良さそうだね。思ったよりもなんかスマートじゃない？思ったよりはいいかも。ちょっと、なんか、拠点の角度がついてるように見えるけど、まあ、気のせいでしょう、きっと。はい、こんな感じでございます。いや、相変わらず景色がいいね。景色がいいね。はい、という感じでございました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、また、次の休みか、いいタイミングのところで配信やっていこうと思っております。次の休みがね、水曜日、木曜日が休みなので、ワンチャン休みの前日の火曜日の夜配信して、まあ朝までぶっ通しでやるか、その2連休の間のところの夜使って朝までぶっ通しでやるか。本当はあれなんですよね、その VR チャットで雑談配信をするか、あとはもう全部取っ払って本当にただの雑談配信っていうのもどっかで枠取りたいなとは思ってたので、その時塩梅でいい感じの配信をやっていこうと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。あとですね、どっかのタイミングで雑談配信でマシュマロ読みみたいなこともやってみたいと思ってましたのでね、国和の YouTube のアカウントの方から X 飛んでいただいて、 X の方にマシュマロのリンクが貼ってありますのでね、興味ある方は何でも聞いてください。大体答えると思います。はい、真面目な悩みでもよし、よくわかんない絡みでもよしね、
いまだにパンナコッタのくだりが何だったのかね、もう全く分かんないんですけどただただみんなが悪ふざけでパンナコッタっていうだけ送るだけっていうなんかそういう流れがあったりもしたんですけど何だったんだろう。まあね、そういうのでも全然 OK なので、はい、真面目マロでもクソマロでも大歓迎でございます。はい、あと X の DM とかも開放しておりますんでね、何か用事があったり興味があったりとかあれば全然気軽に投げていただいても、国勝基本的に暇な時には返すようにしてますのでね、ぜひぜひはいご活用ください。よろしくお願いいたします。じゃあ配信を終わりたいと思います。いやー、はあ、仕事行きたくねえ。ずっとゲームしてたいじゃあお疲れ様でした。皆さんゆっくりお休みください。また次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。エンディングいきます。